こんにちは。マイクロソフト MVP で活動しているジョンです。マイクロソフトパワーアップスって業務で使っていますか？弊社社員の OJT として、そしてパワーアップスを初めて使う方にもう少し学習効率を上げるために、マイクロソフト Run というサイトで説明している内容をベースにして、実習部分のみまとめてみました。ぜひご参考ください。手順の説明は AI アナウンサー、ケイちゃんにお願いしています。私は必要な説明のみ登場します。そして画面はグローバルで字幕対応を行うために英語モードになっていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。では始めます。ブラウザから make.powerapps.com にアクセスしてパワーアップスポータルから始めます。ポータルからマイクロソフト365の組織アカウントでサインインしてください。GitHub でパワーアップスの Excel サンプルデータ、コーヒーマシンデータファイルをダウンロードしてください。OneDrive for Business ポータルにアクセスし、Add New Files Upload を選択してダウンロードしたコーヒーマシンデータファイルをアップロードしてください。パワーアップスポータルでクリエイトタブを選択します。スタートフロムオプションの下にある Excel ボタンを選択します。OneDrive for Business 接続がない場合は New Connection ボタンを選択して接続を作成します。Choose an Excel ファイルでコーヒーマシンデータファイルを選択します。Choose a Table でコーヒーマシーンズを選択し、コネクトボタンを押します。Excel ファイルから数回クリックでブラウザ画面、詳細画面、作成画面のアプリを作ってみました。とても簡単ですね。次に進めます。パワーアップスポータルに戻り、クリエイトタブを選択し、ブランクアップを選択します。ブランクキャンバスアップでクリエイトを選択します。アプリの名前を VDX コーヒーマシーンズとし、フォーマットをタブレットに設定してクリエイトを選択します。インサートボタンからバーチカルギャラリーを選択し、OneDrive for Business をデータソースとして接続します。コーヒーマシンデータファイルを選択し、コーヒーマシーンズテーブルをデータソースとして接続します。そして位置を調整します。インサートからエディットフォームを選択し、フォームを右半分の画面に配置します。データソースとしてコーヒーマシーンズテーブルを選択します。アイテムプロパティでギャラリー1、ドット、セレクテッドと設定します。インサートからボタンを選択し、ボタンのテキストをセーブに変更し、オンセレクトプロパティをサブミットフォーム、丸括弧、フォーム1、丸括弧閉じに設定します。アプリのヘッダーとしてインサートからレクタングルコントロールとテキストレーベルコントロールを使用して VDX コーヒーマシーンズと設定します。それぞれのコントロールの位置を調整します。スクリーン1にあるギャラリーコントロールを選択します。プロパティパネルのレイアウトをイメージ、タイトル、サブタイトル、&ボディに変更します。ボディ1ラベルのテキストプロパティを This アイテム、ドット、タイプに変更します。フォームコントロールを選択し、エディットフィールズを選択します。全フィールドを選択してからマシン ID フィールドとプロダクトタイプ ID フィールドを外します。プロダクトサマリーフィールドをリストの下に移動し、イメージフィールドをプロダクトサマリーフィールドの下に移動します。プロダクトサマリーフィールドのコントロールタイプをエディットマルチラインテキストに変更します。スクリーン1を選択し、ギャラリー1のサブタイトル2コントロールでマシンプライスを通貨形式で表示するように画面に現れた数式を設定します。ボディ1ラベルのテキスト色を画面に現れた数式で変更します。スクリーン1を選択し、新しいスクリーンを選択して、ブランクスクリーンテンプレートを選択します。再び2つ目の新しいスクリーンを追加します。スクリーン1でダブルクリックして、カタログスクリーンに変更します。
スクリーン2をホームスクリーンに変更し、スクリーン3をアドミンスクリーンに変更します。ホームスクリーンに2つのボタンコントロールを挿入し、テキストをそれぞれビューカタログとアドミンスクリーンに設定します。ビューカタログボタンのオンセレクトプロパティにナビゲート関数のカタログスクリーンを設定します。アドミンスクリーンボタンのオンセレクトプロパティにナビゲート関数のアドミンスクリーンを設定します。カタログスクリーンとアドミンスクリーンにバックボタンを追加し、オンセレクトプロパティにバック関数を設定します。パワーアップスでアプリを作る基本的な手順をまとめてみました。各画面のバックボタンとか、Excel ファイルをデータベースとして使っているコピーマシンのリストから詳細画面の確認、編集して反映まで確認することができます。わずかな数分で業務アプリを素早く作れると思います。では、次回はもっと楽しいタイトルで準備してまいります。ご視聴ありがとうございました。